どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はですね、お待たせしました M3 の MacBook Air の約2週間、14日間レビューということでございます。使ってみてどうだったかっていうところを正直にお伝えしたいかなと思います。ただ結論としては、意外と良かったです。多くの方におすすめできるパソコンというか Mac になってるんじゃないかなと。ただもちろん実際使ってみて気になったポイントもありますので、特にその前のモデルですね、M2 のモデルがあるんですけど、そことの比較とかしたいかなと思ってます。皆さん気になるのが買うべきかどうかっていうところ、その M2 とどっち選ぶかってね、かなり難しいんですよ、正直。僕はただ M3 買って良かったなとは思ってます。違いを感じたところと感じなかったところもね、お話ししますので、最後お得な買い方みたいなところも解説しますので、ぜひ最後までチェックしていただければなと思います。今回購入したモデルについてなんですけども、M3 チップですね。13インチの MacBook Air になります。で、性能的にはね、少しカスタムしておりまして、メモリが 16GB、ユニファイドメモリですね。容量が 1TB になってます。M2 MacBook Air の前のモデルはメモリ 24GB だったんですけど、今回少し落としてみました。この違いも後ほどお話しします。で、もともと MacBook Pro のね、14インチっていうのをこの M2 ですね、前かな、使っておりまして、レビュー動画とかもあるんで見てほしいんですけども、結論から言うと重かったんでね、M2 に変えて、今回 M3 出たので乗り換えっていう感じになります。14インチなんですけど、重さとかはなかなかね、あるので、僕にとっては本体の厚みもあります。で、エアとの違いはやっぱ画面の美しさとか、スピーカーが良かったりとか、性能も良かった。今 M3 の MacBook Pro っていうモデルもありますので、ここら辺Mac の選び方の動画で話してますので、これは非常に初心者の方でも分かりやすく Mac の全モデルですね。また M3 のやつアップデートしますけど、ぜひチェックしてもらえばと思うんですが、M3 このデザインについてですね、今回ね、M3 に関しては変更点ありません。MacBook Air は。M2 前のモデルとデザインは全く同じですね。で、見た目に関しては変わらないので、紙のアップデートになります。もともとこの M2 の MacBook Air 自体で、約5年ぶりにですね、新しくなりました。Air は、フラットな形ですね。細くフラットになりました。M1 まではですね、Air は今までの先が細くなっていくね、デザインだったじゃないですか。これが M2 から変わって、M3 にも引き継がれてるという感じになってます。今の絵はとにかくシンプルでもう超ミニマルになってますね。今までのエアとかと比べると、MacBook っていう文字自体とかももうなくなったりとかですね。あとトラックパッドとかに関しても、M1 のモデルはどんどん大きくなってきたりとか、キーボードの上のですね、ファンクションキー一番上のところのキーが大きくなったりとか、あと指紋認証のね、ところが大きくなっているので、すごい使いやすさっていうのは感じるんじゃないかなと思います。とこのスピーカーの穴ですね、スピーカーグリルっていうところも M2 からなくなっているので、非常にゴミも溜まりにくいですし、すごいスッキリした印象にね、見えるんじゃないかなと思いますね。ここら辺がね、すごい、デザインがクリーンというかシンプルに見える要因なんじゃないかな。フラットなので、手で持ちやすかったりとかですね、フィット感っていうのはすごいいいです。で、厚みに関しては、本当 iPhone とですね、遜色ないぐらいになってますので、1センチぐらいしかないんですよね。なので、すごいバッグとか、カバンとかへの収まりも非常にいいですね。で、おすすめアクセサリーとかもね、紹介してますので、これまた、新しいバージョン出そうと思ってますので、ぜひね、気になる方は、チャンネル登録と通知ベルを押してお待ちいただければと思います。でですね、仕事道具みたいなところは、以前のね、GetNaviTV さんでコラボした動画でもお話ししてるので、これもね、ぜひチェックしてもらいたいんですけど、紹介した新しいバージョンね、今回、モフトの PC スタンドを使ってるんですけど、これ新しいのね、買ってみました。普通に自腹で買ったやつですね。今回新しいのね、たまたま見つけたんですけども、グラフェンっていうのがね、採用されたモデルがありました。はい、このクーリングスタンド。このグラフェンっていう素材は薄くて、熱を逃がすっていうね、構造になってます。で、いつも通りですね、普段のモフトのように紙のように薄く軽いっていうところ、つけたなんていうかな、スタンドなんですけど常時つけといて存在感がいい意味でないっていうねところですね。で、この放熱性の高い、シート状の物質なんですけど、グラフェンって表面温度が5度下がるらしいです。使ってみたところどうなんだろうっていうね、下がってるような気はしますで、あと今回ビーガンレザー利用されてるので質感とかね結構いいですね。で、最大一応16インチまで対応というところです。このモデルに関してはただMacBook シリーズのみっ
になってますけど、角度調節これ2段階できます。15度と25度。僕25度で使ってますけど、これいいですよ。やっぱり角度が変わるだけで目線が上がるんで、肩とかね、凝りが全然変わりますね。疲れが。あとタイピングすごいしやすいです。最初ちょっと違和感あるんですけど、普通に安いモフトのモデルとかもあるので、だったら2000円ぐらいかな、2、3000円ぐらいであるので、ぜひね、チェックしてもらえばと思います。質感だけ見せようかな。空張り。こんな感じですね。今回スターライトっていうモデルにしたので、ちょっとゴールドがかってる感じなんですよね。なのでグレーっぽい素材、見た目は普通のね、特に厚さとかも、モフトと変わらないので非常に使いやすいかなと思います。こんな感じでスタンドにして展開するっていうところですね。これね、やっぱめっちゃいいんだよな。はい、ゴールドやっぱいいよなゴールドというかスターライトか。はい、こんな感じで畳めるので超薄いですよね。軽いんでね、すごいおすすめでございます。いつも持ち歩いてます。はい。で、以前、前からね、こんな感じで使ってるんですけど、本題に戻ろうか。空張りに関してですね、カラーに関しては今回見てもらった通りね、スターライトっていうね、色ですよ。正直ね、シルバーとすごいね、迷ったんですけども、せっかくなんで、新しいこのカラーですね、してみました。新しいというか、以前ね、ミッドナイトを使って、シルバーは前からね、あるんで、本当シルバーにゴールドを混ぜたような感じで、非常にエレガントなイメージ。上品なね、シルバーっていう感じですよ。どっちかっていうと女性向けのカラーかもしれないんですけども、男性が持っても大丈夫かなと思います。M2の時は、カラーはですね、ミッドナイトですね。非常にですね、この暗めな色な印象ですよね。ただ光の当たり方によってすごいブルーっぽく青っぽく見えたりとか、暗い部分ではブラックに見えたりとかするんで、これはこれでね、気に入ってます。これはこれでね、良かったんですけど、パッと見はね、Windows パソコンに見えるような時もあったりとか、iPhone とか Apple Watch とかもミッドナイトっていうね、カラーがあるので、そこに合わせて作ったんだと思うんですけども、微妙にやっぱ色合いは違います。面によって表情が変わるのが、僕は面白いかなと思います。ミッドナイトに関しては。デザインカラーはね、好みはもちろんあると思うんですけども、この特に M2 カラーはですね、昔のこの Mac っていうのがね、丸っぽい感じなんですよ。そこのレトロな感じと今の現代風を合わせたようなデザインかなと。ただこのミッドナイトに関してはやっぱ指紋はね、すごい目立ちます。ゴリゴリに黒っぽい色っていうのは汚れが目立つんですよね。この指紋の皮脂汚れとかが結構見えたりするんで、そういうのが気になる方はやめた方がいいんじゃないかなと思います今回この M3 の MacBook Air のミッドナイトに関しては指紋防止のですね、酸化皮膜かな、酸化皮膜のシール処理っていうのはされてるんですけども、 M2 と比べたらやっぱつきづらくはなってます。僕も実際触ってみたんですけども、ただつかないわけではないんですよ。目立つことはやっぱ目立ちます。 MacBook Pro のマットブラックっていう色もね、同じように酸化皮膜というか指紋防止の処理されてるんですけど、やっぱそっちの方がやっぱしっかり価格ももう一段階10万ぐらい上がるんで、そこもあってやっぱマットブラックの方が指紋が目立たないなっていう印象はありました。ミッドナイトに関してはそんなに過度な期待はしない方がいいんじゃないかなと思います。スターライトに関してはやっぱりね、目立たないですね。本当にスターライトというか、ミッドナイト以外は基本目立たないと思うんで、気になる方はミッドナイト避けた方が無難なんじゃないかなと思います。似たサイズ感でいうとね、最初話した MacBook Pro の14インチ、今 M3 のモデルも出てますけども、基本的には完全に別のパソコンと思った方がいいんじゃないかなと感じはしますね。だいたいプロの14インチの本体の下の部分ですね、半分の部分と、この MacBook Air の厚さっていうのは同じになってます。でサイズ感も全体的にちっちゃくなってます。Air の方が持ち運びをする人に関してはやっぱり Air の方がね、使いやすいかなっていうか無難なんじゃないかなと思いますね。表現的にはやっぱ MacBook Pro mini って感じです。見た目的にも。であと接続端子とかに関してはですね、左側に以前昔あったですね、磁石で充電するマグセーフ充電復活してます。これ M2 からで本体カラーに合わせた色でついてきてくれるので、これは嬉しいかなと思いますね。もちろん従来通り USB-C でカチッと挿して充電とかもできます。なのでサンダーボルト3かな対応、ここも以前と同じで USB-C が左側に2つとマグセーフがついてます。マグセーフ使うと端子があと2つ使えるので、そこのメリットはあるかなと思いますね。特にエアがいいのはね、充電にそんなにパワーいらないんですよ。30W あれば充電できるので、充電器がね、つまり小さいのでいいんですよ。そんなごついのいらないんで、もう今ほんと iPhone と同じぐらいの充電器で充電できちゃいますので、 MacBook Air の例えば 30W の充電器あるんですけども、すごいちっちゃいサイズ感で、昔の iPhone の 5W の充電器のサイズで全然充電できますので、そもそもバッテリー持ちすごいいいんですけど、ただやっぱ右側に端子がないっていうのは、 USB-C がねないっていうのはやっぱり絶妙に不便で、回してこないといけないですよね。充電したい時にこっちから刺さないといけないっていうのはね、ちょっと不便
はい、やっぱプロと比べると、どうしても HDMI ポートとか SD カードスロットとかはないので、クリエイティブ、動画やったりするんであれば不便かなっていうのはあります。ただその分厚さとか重みも重さも増えるんで、どっちを取るかっていうところはあります。画面に関してはね、以前 M2 と同じですね。全く同じ性能になってます。で M1 と比べると妙に大きくは 13.6 インチになってるんで、大きくなって、画面のこの黒い縁ですね、ベゼルとか言われる部分が細くなったり、すっきりした印象ではあります。上のカメラ部分だけなんかこの iPhone みたいなこのノッチがついてます。インカメラがね入ってるので、黒い部分はねプロのモデルとかと比べて少し厚めにはなってるんですけど、もちろんプロの方がミニ LED 綺麗なですね画面にはなってますが、個人的にはそんなにね、比べたら変わるんですけど、全然このエアの画面で綺麗かなと思いますね。性能に関してなんですけども、じゃあどうなるのかっていうところで、ギークベンチ測定してみました。性能をね数値で書かれるんですけども、ベンチ6かね今回。まず、M2 の MacBook Air、今回、この場合はメモリが 24GB で、ストレージ容量が 1TB のモデルになってます。シングルスコアが2500で、マルチコアがだいたい1万ぐらいですかね。シングルが普段のこのメールとか、パソコンの作業とか関するところで、マルチコアがもう少しパワーを使うような動画編集とかクリエイティブなところだと思いますけども、M3 がですね、なんでメモリが 16GB1TB のモデルが、だいたいシングルコアが3000ぐらいで、マルチコアが1万、今回は1600ぐらい。意外とねやっぱアップしてるM1 プロぐらいあるのかな普通に。M2 プロぐらいもあるんですかね。割と数値的には思ったより上がってるなっていう印象は受けました。 MacBook Air なんだけども十分ね、M1 からかなり性能は上がってますので、全然じゃあウェブサイト 2,30 個開いて外部ディスプレイね、こういったディスプレイにつないで使っても全然余裕なんで、メールとかね普段のその資料作成からですね、動画編集まで Air なんですけども全然できます、ね。僕も実際この1台でやってます。使ってみた感想としてもね、やっぱ M3 でもかなりサクサクだなって感じました。M2 とそんなにね体感感じないかなとは思ったんですけど、早い。で GPU 性能、今回とどちらも10コアの GPU って画像処理に関するところなんですけども、グラフィック性能とか言われます。 M2 Air がですね OpenCL かな、 OpenCL とメタルスコアっていうのが測れます。Mac は基本OpenCL が推奨されてるんですけども、 M2 Air が28700、2万9000弱と、で M3 ですねモデル、今回新しいモデルが3万ぐらいということで、やっぱりあんまり差はないですやっぱここに関しては。なのでゲームが気持ちね M3 の方がいいんですけど、動画編集とかに関してはそんなに変わんないかなっていう印象でしたね正直。で、メタルスコアに関しても、一応測ってみたんですけど、 MacBook Air がですね M2 のモデルが4万5000、6000弱で M3 が4万7000ぐらい、何回か測ってみましたけど大体こんぐらいでした。そんなに変わんないかなっていうですかね。あとはですね、ウェブページ見る、スピードみたいなところ、これはね意外と感じたんですよね僕も。このスピードメーターってやつかね、でね測れるんですけども、これぜひね皆さんお使いのパソコンでやってみてください。一応概要欄貼っときますけど、まずそこサファリですね、ブラウザ M2 Air が、これなんで毎秒かな522回見れるってことなのかな、はい、高速で動かすとみたいな。これに対して M3 はですね605なんで、1.5 倍ぐらい速いのか、 1.5 倍言い過ぎが、はい、結構やっぱりね僕は体感でもサクサクだなって感じました。 M2 がね、実際僕も1年半ぐらい使ってるっていうのはあると思うんですけども、これを込みでもサクサクだなって、ここは意外だなと思いましたね。であとGoogle Chrome に関してもですね、 M2 が453スピードメーターで M3 のエアが507ということで、サファリがやっぱり最適化されてるんで早いんですけども、今回の場合だとやっぱりGoogle Chrome に関しても早いかな。マークとかいろいろやってみたかったんですけど、もしよかったらご自身でね測ってみてください。普段の作業とかウェブページで見たりするレベルでもM2 と M3 の差は意外と感じました。ですごいはかどるとかサクサク。動画編集ですね。今回僕の場合Final Cut Pro 使ってるので、こちらで実験してみました。 M2 はやっぱり1年半ぐらい使ってるんで劣化はあるとはいえ、メモリがですねこっち 24GB で M3 の場合 16GB なので、これどうなんだろうと思って。ただ普通編集した感じの体感ではね特にあんまり違いは感じませんでした。 M3 で3本ぐらいね実験のやつは全部 M3 で編集してるんですけども、今回横に並べてですねやってみました。大体ですね今回15分ぐらいの動画ですかね。
これなんだっけ、 Mac のやつかな、動画でテロップとか結構カットとかしてるんでちょっと重めではあるかもしれないですけど、ただフル HD1080p の動画 4K ではないんですけど、測ってみたら横に並べて一緒でしたね、ほぼ分かりやすいぐらいほぼ微妙に M2 が早かったのかな。でも、メモリ24っていうのはあるんですけど、大体でも26分ぐらい、25分ぐらいですかね、この15分ぐらいの、結構編集、そんなエフェクトとかは入ってないんですけど、で、4K にしたら微妙にね差は出るかもしれないんですけども、それぐらいだとあんまり差は出ないと思いますね。CPU とかそこに関してはそんなに変わってないので、意外だったのがメモリが少ないのも影響があるのか、温度に関しては、このクリーンマイ Mac で測った感じだと M3 がね微妙に温度は高かったですね。なのでメモリも使ってました、 M3 の方が。これがなんかメモリが少ない影響なのか M3 なのかっていうのは微妙なところなんですけども、発熱はもしかしたら性能が上がった分しやすいのかなっていう印象を受けました。これまた何回かまた実験してねちょっとレビューしてみたいと思うんですけども、基本的にはどっちもねできます。ただやっぱりメモリが少ない分、動画をですねなんか Amazon セールのやつとか2枚重ねるんで、だいたいトータルで5、60分ぐらいになるんですよね。そこぐらいになると後半ねしんどい時あるんですよ。そうですね、トータルでなんで30分ぐらいを超えてくるような編集になってくるとフル HD であってもしんどいのかなと思います、重ねると。で後半なんでカクつくみたいな時はあります。ただやっぱそのフリーズするとか動かなくなったりとかはないですね。たまにね落ちる時あるんですけど、大丈夫ですね。一応書き出しとか、大体動画の書き出すね編集ファイルを実際の動画の形にするっていうのが一番多分負荷がかかる作業だと思うんですけども、全然大丈夫です。大丈夫だけどメモリ 16GB だと久々にねメモリ不足の警告とかも出ましたね。ただこれブラウザのタブ130個ぐらい開いてたんであとPhotoshop とかはAdobe 系のアプリはね結構メモリ食うので、ここら辺をいろいろPhotoshop とか Lightroom とかプレミアとかを割と同時にやると16でもしんどいかもしれないですね、これは。どっちかっていうとファンレスファンがないから熱暴走とか大丈夫ですかって聞かれるんですけど、そこはね大丈夫で、どっちかっていうとそのメモリが足りなくなってカクつくみたいな方が多いかと思います。なので、メモリは足しといた方がいいなって思ったやっぱり。はい、ということでこの M3 良かった点ですかね、良かったといまいちな点で、その後に M2 と比べて変わらなかった点と変わった点というのをサクッとお話ししたいと思います。良かった点としてはやっぱ軽さと性能面のバランスですね。ここに関してはさらにアップみたいな感じではあります。軽いは正義ですね結局なんでこの持ち運びやすさの上にさらにこの M2 以上の性能がね乗ってきたんで、本当普段使いから動画編集までもそうなんですけど、サクサク感がねアップしました。これがやっぱ一番の利点かなと思いますよ。この薄い筐体で本当にメール返信から動画編集とか、特に 3D のレンダリングとか今回ね早くなってるんで、本当にそういったところまでカバーできるのがいいかな。その上でバッテリーですね、減らないバッテリーで M2 と同様に性能は上がってるんだけども、バッテリー時間は、M2 と同じを維持してます。ゴリゴリに作業とかしない限りは1日充電は持ちます。なんなら2日ぐらい持ちます。 iPad みたいなイメージです。充電器なしで外出できます。カフェとか全然できます。動画編集も1本ぐらいはできます、充電せずに。あとデザインがねいいです。はい、指紋つきません。やっぱ毎日持ってて気分が上がるっていうのはもちろんだし、あとミッドナイト選ぶとねどうしても指紋目立つので、そこの覚悟は必要です。ミッドナイトは。あとマグセーフ地味に便利です。ただ自宅用に限るかな。外に持っていくにはめんどくさいかなって思いますね。Mac にしか使えないんで。でいまいちな点としてはやっぱりねこの端子の少なさは結局改善されてないというか、右側に USB-C ないので、ケーブルを回してこないといけないっていうのはあります。基本的に USB-C ハブっていう、僕の場合だと SD カードスロットとか使ったりとか、アンカーのこういったハブとかですね、基本的にこういうものは必要になるかと思います。よいしょと。でマグセーフも便利なんだけど、外ではね USB-C で充電でいいかなって思いますね。はい。でスピーカーに関しては一般的な Windows PC とかよりは全然いいんですけども、普通っちゃ普通です。M1 とそんなに変わんないかなっていう印象。プロの14インチとかはスピーカーの音良かったりしますし、エアの15インチに関してもやっぱ筐体がやっぱ大きい分、迫力とか音は重低音とかはいいかなと思いますね。一応外部ディスプレイ今回ね2枚まで出せるようになったんですけども、ただこの制限というのもあってパソコン閉じた状態じゃないと2枚出せないんですよね。自宅で基本使うよクラムシェルモードっていう閉じた状態でキーボードとマウスがある状態で使うっていうものが前提になります。僕は個人的には1台しか使わないのであんまりどうかなっていうこれ2枚出したいっていう人も使いやすくはなりましたね。キーボードとマウスあれば
長時間作業とか、ゲームはねやっぱきついかなと思います。長時間の編集とかは、全然動くんですけど、さっき言ったように3時間とかですかね超えてくるとちょっとやっぱしんどいかなっていうところはありますね。ゲームに関しては Mac 対応なら基本的には大丈夫ですね。ただそれ以外はどうしてもやっぱ Windows にはかなわないというか、Air じゃちょっときついかな、プロでもっていうところはあるんで、ゲーム用途はやめなさいっていう感じですかね。選び方についてはね、全部以前の動画で話してるんで、チェックしてもらえばなと思います。M3 はまた新しく出してます、これ。で、最後、なんで M2 とのこの違いを感じたところと感じてない点、話したいと思います。まず、M2 Air とね、違いを感じた点で言うと、ほんと普段の作業でもサクサクしてましたね。これは意外でした、僕からしたら。正直変わんないかなと思ってたんですけど、これは M2 とのというよりは、メモリの16と24で変わるのかなと思ったんですけど、普段使いではもちろん、変わんないです。ただやっぱクリエイティブ系アプリっていうの、動画編集か Adobe の、わかんない、Photoshop とか、何でもいいんですけども、少しやっぱ重めのものをいろいろ複数立ち上げたりとかするとメモリ不足で、容量もね若干今埋まりかけなとこもあるんですけども、メモリが不足してますっていうこういう風なね、どれか閉じてくださいっていう、結果的にはやっぱり Photoshop とか結構撮ってるかなと、 LINE とかもね意外と撮るし、こういうの出てきちゃうので、ただタブをね100個ぐらい開けて Photoshopとなんかもう一個何個かぐらい、それぐらいはねいけるんで、普通は16あれば全然問題ないんじゃないかなと思います。結論としては大いに越したことないなと思います。で迷ったら16とかにしとこうがいいのかなと思いますね。あと地味にマイク性能がね思ったよりなんか良くなってました。僕はさすがにチューニングして使ったんですけど、一回マイクがなんかね取れてない時があって、新学期の動画これとね Mac で撮ってるんですよ。Mac の音を使ってます。さすがにそのまま、そのまま使えなくはないけど、意外といいです。はい。良くなってた M2 と比べて。で、ゲームに関しては、一応 Mac 対応には限るんですけども、良くはなってました。M2 だとね、4K 結構最高画質でデスストラウンディングやったら、どうしても FPS はね60をキープするの難しかったんです。できなくはないけど快適ではないかなっていうぐらいの微妙にカクつく感じあったけど、M3 だと、そこら辺は安定はしてたので、ただやっぱね結構熱くなります、どっちも重いんで。ただMac 対応ゲーム以外になるとしんどいですね、正直。ちょっと無理かなって感じ。3D 関連ですね、ブレンダーとかはかなり速くなるので、レンダリング関係はねかなり変えてもいいんじゃないかなと思います。 M3 に結構違いますので、その違いを感じてない点で言うと、当たり前ですよ、デザインとか使用感に関してはそんなに感じないですね。キーボードとかスピーカーなど、そんな体感的に変わんないとは思うんで、そこら辺は一緒です。はい。で、あとバッテリー性能に関しても、そんなにやっぱりスペック上一応一緒ではあるんですけども、変わんないかな印象でした。別になんか良くも悪くもなってないかなっていうところはあって、M2 が劣化してるっていうのはあるけども、そんなに M3 で変わったかって言われると気持ちいいのかもしれないけど、そんなに変わんないかなって思いました。バッテリー持ちに関しては。動画編集とかに関しては、編集時に変化はあんまり感じなかったし、書き出しに関しても、ほぼ同じでした。僕の環境下ではですけど。HD15 分で編集してるとはいえ、おそらく 8K とかになってくると変わると思うんですけど、4K ですごい30分超えたりとかではない限り、それぐらいだったらなんかもうプロを使った方がいいと思うんで、普段の YouTube の動画を作るぐらいだったら変わんないんじゃないかなと思いますね。ということで、ただ結論としては、1年半ぐらい M2 やっぱ使ってたんで、結構やっぱ劣化してるんですよ、いろいろ。なんで、定期的にパソコン変えた方がいいですね。思いました。特にやっぱお仕事で使う場合とかは、全然やっぱ普段のサクサク度が違ったんで、お得な買い方をね、話そうと思ったんですけども、時間がなくなったので、3つサクッと言うと、Amazon でまず買うっていうのが結構ね、楽です。すごい。定価で、カスタムはね、ちょっとできないんですけど、メモリ16ぐらいか、ストレージ512ぐらいまでであれば、他より8000円ぐらい安かったりしますので、意外とね、Amazon で買うと、Apple Store よりね、普通にアクセサリーとか安かったりするんで、おすすめです、割と。ただこの楽天リベーツですね。カスタムするんだったら、今の段階だと1% とか、期間によってこう 2% だったり 5% だったりするんですけども、楽天リベーツというサイトを通してですね、一回通して楽天の ID があればですね、一瞬で登録できるんで、登録して、で、初回3000円以上かな買っていただくと500ポイントとかつくんですよね。プラス。そのまま、アップルのサイトに飛ぶので、あとは普通に買うだけなんですよね。いつも通りアップルで。これはね、マジで使った方がいいです。これだけで楽天のポイントが貯まるんで、そのまま、楽天ペイでね、
使うっていうのがおすすめですね。コンビニとかどこでも大体使えます。現金と同じような感じで。そうね、このビッグカメラもあったんですよね、このリーベイツの中に。なんでリーベイツで通してまず 2% つくのと、ビッグカメラのポイントが 5% つくんですよね。M3 でも。なのでそれでなんかアクセサリーとかですね、まあなんかマウス買うとかでもいいと思うので、意外とまあおすすめかなと思います。これはこれで。いろいろ考えたらアップルの方が楽かもしれないですけど、このビッグカメラとか使うよって方はぜひね、これもいいんじゃないかなと思います。はい。これに関しては他の動画で結構いろいろ話したりはしてるんで、チェックしてもらえばなと思います。ですね、おすすめのアクセサリーとかご紹介、また次の動画とか、あとアプリとかもね、今、以前紙アプリみたいな紹介したんですけど、こういったのも含めて、すごいおすすめのやつをね、また紹介しようと思うので、ぜひね、この動画、気になる方はチャンネル登録してもらえればいいかなと、お待ちいただければなと思います。あとでこの動画良かったと思ったら、高評価お願いします。励みになります。はい。あとクリーンマイマックとかもね、非常に僕も今、動画でも今使ってたんですけども、おすすめなんでね、これもまた次回紹介、レビュー動画あるので、タイアップとかもしたので、これね、普通にマジでいいんでね、使ってほしいですね。概要欄載せてますので、ぜひチェックしてみてください。買い方とかも。Mac 関連いろいろ iPhone のね、レビューとかもあるので、ぜひね、チェックしてもらえればと思います。いやー、M3 ね、良かったです。はい。もし質問あれば何でもね、コメント受け付けてますので、全部見てるんでね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあ、またねー。いやー、でもいいですね。なんか気分転換でシルバーじゃねえとミッドナイトから色を変えたのでもなんか気分が変わるし、あとやっぱサクサクになりましたね。いや、やっぱり1年半か。1年だと感じないのかもしれないけど、2年ぐらい経つとやっぱ変えてもいいかもね。お仕事で使う方は。はい。良かったです、変えて。プロも欲しいんだけどな。いや、どうしようかな。iPad も出そうですね。よかった。M3 よかった。